どうも田舎もんです。もともとねこんな感じだった物置なんですけども、ここをねとりあえずの生活スペースにしたいというふうに考えていますので、地面をね整地してコンクリートをね打つ準備をしていってました。ちょっとね防湿シートを引く順番を間違えたんですけども、本当はねこの砂利の上にね防湿シートを引くんですけども、気がついた時にはねもう手遅れでした。なのでねもうこのまま行こうと思うんですけども、前回までねパワーコメリで借りてきたこのプレートっていう機械でね砂利を転圧していってたんですけども、なんだかねこれがね物足りないような感じがして、現在住んでる借家の方にねバラスが4袋ほど転がってたので、これをねちょっと巻いてみようと思います。こんな感じにねざーっと巻いてみたんですけども、4袋ではね全然足りませんでしたね。でもねもうこれ以上バラスを買うっていうのもねアホらしいんで、最後ねプレートで転圧かけていって、ここのね地面はこれで終わりにしたいと思います。そしてこの壊さずにね置いておいた棚ですね、この下にも砂利をねザーッと入れてあげて、地面をね鳴らしてあげて、こんな感じになったんですね。ここはねもう機械が入れないので、このやり方がねどうなんかっていう話なんですけども、やらんよりかはねマシでしょうと思って、圧をね全体にかけていきました。多少締まったかなっていう感じはしますよ。これでねもうプレートはねお役御免なので、パワーコメリの方にね返却に行こうと思います。田舎あるあるな話なんですけども、パワーコメリまでね往復でね2時間かかるんですよね。なのでもうちょっとしたね小旅行ですよ本当に。でこれねちょっとでも楽しようと思ってねこういう風に引き上げるんですけども、これはこれで結構偉かったなっていうね感想です。それでもね壊すことなくね無事に返却できたんで、よしとしましょう。こんな感じでねバラスを巻いたところは結構綺麗にね締まってるんですけども、バラスがいってないところは相変わらずっていう感じなんですね。本来はね採石を持ってくるべきやっていう話がねコメントでもあったんですけども、その辺もね僕いまいち分かってなくて、砂利をね持ってきちゃったわけなんですけども、これでねなんとかなるでしょう。で次何をするかっていうとですね、このワイヤーメッシュね、これを敷いていこうと思います。ぶっちゃけねここまでやる必要あるのかなと思ったりもしたんですけども、これ1枚がね、500円ちょっとやったんで、そんなにね多くお金かかることでもないし、やっといて損はないかなと。何よりね自分がこれちょっとやってみたいなと思ったんで、これをねワイヤーメッシュをね全体に敷いていってます。もちろんね本当は壁ギリギリからねギリギリまで敷き詰めるのが理想なんでしょうけども、それをねやるだけですごく手間が増えちゃうので、DIY ってこともあるしね、これぐらいでいいかと思って隙間が空いてます。ほいでこれね僕ニッパーで切れるかな思ってねボルトクリッパー買ってこなかったんですよね。思ってる以上に硬くてね、もう1本切るたんびに手がめっちゃ痛いんですよね。ただね、バカとハサミは使いようっていうね、ことわざがあるようにですね、僕も使ってるうちにね、だんだん使い方分かってきまして、こういう風にね、いろんな角度からこう折り目をつけてあげると、簡単にね、切れると。さらに慣れてきましてね、こういう風に挟んでグリグリグリってやるとね、もっと簡単に切れます。これもね、ワイヤーが細いからできる話なんですけどね。それでもねこれを何十回って繰り返すんで結構しんどかったです。それでこの柱の周りとかはね避けるように切っていってあげて、最低ね1マス以上重なっていたらいいっていう話なんで、そういう風にね考えて切っていきました。こんな感じでね映像では見にくいですけどね敷き詰めていきました。で結局ですねこのボルトクリッパー買ったんですけどね、最終的には全部敷き詰めた後に買うっていうね、
まあどっちみちね、そのうち使うやろうってことでね、買っときました。そして敷き詰めたワイヤーメッシュをですね、番線でね、固定していきます。番線の使い方はね、僕 YouTube で何回か勉強はしたんですけども、なぜかね、これが頭に全然入らなくてですね、まあ、なんとなくでね、巻いていってます。で、これね、途中で気がついたんですけども、この重なってるマス目のところね、一直線に番線で止めるんじゃなくて、互い違いになるようにね、やった方が強くできるなと。途中で気がついて、そういう風にやってきました。で、結局ですね、この番線ね、この束、映ってますけども、これを全部ね、ちょうど使い切りました。そしてこれがスペーサーですね。ワイヤーメッシュをちょっと浮かすために、50個入りで650円。まあ安いんでね、もうこれも買っちゃおうと思って買いました。まあこんな感じでね、下に置いていくんですけども、まあ理想はね、やっぱりね、コンクリートとこの地面のちょうど間にね、来るようにスペースを空けてあげるものだと思うんですけども、まあその辺はね、なんとなく大体でやってきました。そもそもね、この地面自体が真っ平らじゃないんで、場所によってはもう直置きに近いような形になっちゃうところもありました。で、水平を出していくためにですね、鉄筋をバーッと切っていきます。で、このサンダーもね、マーシーさんに借りてきたんですけども、よくよく考えたら、このサンダーでワイヤーメッシュ切ったら楽やったなと、今編集しながらね、アホやったなと思ってます。で、切った鉄筋をですね、こんな感じで打ち込んでいって、基準としたいところからですね、水糸を巻いていって、コンクリートをね、打つ高さを決めていこうと思います。こんな感じでね、糸を巻いていくんですけども、実はこれで僕初めて使って、こう、くくり方とか多分あるんでしょうね。効率のいいやり方がね。これで水平出すっては結構無理があるよなと思いながらもですね、手の感覚を頼りにですね、レベルを持って水平を確認していってます。ただですね、これで全体の水平出そうと思うと、凄まじい時間かかるよなぁと、どうしようかなと思ってたらですね、すごい道具がやってきました。翌日ね、コンクリートを運んでくれるって言ってたおっちゃんがね、こんな機械を持ってきてくれたんですね。この機械がね、赤いレーザーをね、照射してるんですね。この赤い線ですね。これが水平なんですね、すべて。すごいですよね。なんか僕の将来の夢がここで見つかりました。これを買うことです。で、これをどういう風に使うかっていうと、この付属のね、リモコンみたいなやつにこのレーザーを当てると音が鳴るんですね。で、音が完全にピーっていう一定した音に変わると水平ですよと知らせてくれるわけです。で、基準となるところにこれを置いて、棒の高さにね、リモコンを合わせてつけてあげて、水平を出したいところにですね、ひたすら鉄筋を打ち込んで、微調整しながらですね、高さを合わせていきます。これで基準点とここの鉄筋が同じ高さっていうことになりますね。で、まあ結局総勢20本ぐらいね、鉄筋をこんな感じでバーっとね、水平出して打ち込んでいきました。ただこれね、棒をちょっと傾けたりすると、無理やりね、ピーっていう水平の音に微妙な誤差であれば出せてしまうんですよね。そしてね、できれば少しでも楽をしたいっていう水平じゃない心を持ってる人間がこの棒を持ってもね、完璧な水平はやっぱ出ないなと、そういうことを思いましたね。まさかね、この打ち込んだ鉄筋すべてがね、無駄になるとはね、この時はつゆも知らずにですね、よっしゃ、明日のコンクリ打ちは完璧やと思ってね、この日は安心して寝たんですけども、翌日が来ました。道が狭いんでね、どこまで生コン車入ってこれるかなって心配してましたが、おっちゃんのね、プロフェッショナルな運転で、ど真ん前までね、入ってきてくれました。ここからはね、もうカメラを持ってる余裕がないので、定点カメラで撮影してきました。で、先ほどですね、打った鉄筋が全て無駄になったっていう話をしたんですけども、なんで無駄になったかっていうとですね、コンクリート一発目流した瞬間からですね、鉄筋が行方不明になりました。なんで行方不明になったかっていうとですね、僕はね、
鉄筋を打った高さがコンクリート出したい高さちょうどに打っちゃったんですよね。なのでコンクリートに埋もれて行方不明になると、そういったことにね想像力が至らずね、本当大失敗したなってもうこの時点で思ってるんですね。本来であれば出したい高さよりも、3センチ4センチ長めに出してあげて、で蛍光のテープとか巻いてね、見えやすいようにして見失わないようにしなくちゃいけなかったなと、そういう反省が生まれました。で結構ね、もう気持ち的にはやっちまったなーってね思いながら作業してます。でマーシーさんのアドバイスで、今からでもいいから壁にね出したい高さマジックでバーッと書いた方がいいよって言ってもらって、急遽ね壁にマジックで線を書いていってます。そのおかげで、側面ね壁の方はある程度ね狙った高さ出すことができたんですけども、真ん中ですよね、真ん中がもう本当にね何の目印もない状態なんで、もう本当に感覚でやるしかない状態になってます。こういう結果になったもんね、すべて、自分の経験不足とか想像力不足とかそういったことが原因だなと、本当にね半分落ち込んでましたよこの時は。ただねこの時は僕のね、勤めてる会社の社長とかケアマネさん、介護の専門家ですねとか、僕が昔通っていた介護の学校の校長先生、彼はね昔建築現場に長くいたんで現場監督みたいな感じでね応援に来てくれました。そんなねいろんな人が協力に来てくれたんで、気持ち切り替えてねもう残りは楽しんで和気あいあいともうやれたらええわと、こういう風に気持ちを切り替えて残り作業を進めていきました。だいぶ波打っとる。真ん中か、真ん中がちょっとね、なかなか思い通りにいきませんでしたね。思い通りはもうちょっとどうやったん？もっとピシッとまっすぐ行ってもらってたけどね。段取り8分だよ。思い通りに全然いかんかった。でも俺の想像よりはうまくいったような気がするけどな。本当ですか。これで社長とかがねつけた足跡ずっと思い出に残るわけやからね。痕跡残していいの？見るたんびに腹立ってくるよね。なんでやねん。掃除するたびに社長の足跡や。こんな感じでね残りは楽しんでみんなでね作業を進めていきました。こうやってね和気あいあいとね笑いながら仕事できるのもね DIY の醍醐味なんかなと、そういう風にねすごいポジティブに捉えて残りやっていきました。で最後ね掃除していくんですけども、このね余ったモルタルとかコンクリートの処分っていうのはどういう風にするのが適切なのかなと思ってね、畑に流したんですけども、これ後々固まっちゃってね、どういう風に処分するべきなんだろう。なんかでみんなですね仕事が忙しいんでねもう早々に帰っていかれまして、残りね一人で2回ほどねコテで鳴らしていきました。今更ね表面やったところでっていう話なんですけども、もうこうねコテから感じるデコボコさ、でもねある意味このコンクリートはねもう僕自身を表してるなと、そういう風に思ってですね、出来の悪い息子のね頭を撫でるような感じで、愛情を込めてね最後鳴らしていきました。僕子供いないんで想像で喋ってますけど、で仕事に行ったりとかねなんやかんやしてて、結局ね5日後にこの結果をね見に来ました。こんな感じですね。もう想像していた出来上がりと全然違います。表面ねこんな感じでデコボコだし、穴も結構開いてるしでひどいんですね。もう画面越しでもわかるこの斜めってますよね。ひどい出来上がりですよ本当に。
ここね、一発目に置いたところかな。ここがかなりね、もう本当にザラザラですね。で、他の部分もね、結構凹凸が激しいんですよね。この激しさを伝えるためにですね、こんなことをしてみました。どこに置いてもね、転がっていくわけですね。とりあえずの生活スペースの床がこんなんでね、当分の間、鉛筆落としたら拾うのに苦労する生活しそうですよ。この転がる水糸を眺めながらね、あーっていう気持ちでね、しばらく2、3日でですね、どうしようかなと、まあ正直へこんでました。まあその後ですね、この床の上でね、僕も1週間ぐらいね、他の作業をしてたんですけども、だんだんとね、慣れてきて、まあこのひどさをね、受け入れる心の準備ができてきました。それと同時にですね、普段何気なく歩いているね、すべての平らな床に対してね、今、感謝の気持ちでいっぱいです。次回はですね、とうとう引っ越しまでね、1ヶ月を切ってきましたんで、もう急いでね、夜逃げの準備をしていこうと思います。今回も最後まで見ていただいて本当に感謝です。まあ本当にね、ひどい結果に終わりましたけども、皆さんね、低評価押してください。全然押してください。まあぶっちゃけね、これまでも恥の多い人生だったんで、これからね、恥の1個や2個や3個や4個増えたところでね、大して人生変わらんかなと思ってね、まあ恥ずかしいですけども、今回ね、まあ本当にありのままをお伝えいたしました。